こんにちは、みちきさです。苔テラリウムを作っていて、苔がちょっとだけ余っちゃうってことありませんか？今回はちょっとだけ余った苔を鮮度よく保管する方法について解説していきます。2週間ぐらいであれば、購入した時のパックに戻して軽く霧吹き、蓋をしっかり閉めて保管しましょう。この時にできるだけ涼しいところに置いてあげるようにしてください。蓋をしっかり閉めてあればほとんど乾きません。水のやりすぎは NG です。苔から水が滴るほど水をやってしまうと苔が傷んでしまうことがあります。暑さが心配になる時には冷蔵庫に入れて保管しておきましょう。湿らせすぎが心配な時にはこのパックの底に赤玉土か苔テラリウム用のソイルを軽く敷いて、ソイルの方を湿らせて苔をその上に乗せておく。そうするとよりこの中の湿度が適度に保てて快適に過ごさせることができます。この時にもこの底の部分に水がたまらない程度、赤玉土がちょっとしっとりしている程度にしておくことが大切です。次に長期保管したい場合、さすがにこの購入した時のフードパックだと空間が狭すぎて苔が傷んできてしまうので、空間の広い食品用のタッパーを利用しましょう。この時にも赤玉土を薄く軽く湿らせます。で、軽く湿らせた赤玉土の上に余った苔を乗せておきましょう。で、完全密閉にすると苔が徒長しやすくなってしまうので、長期間保管したいぞという場合には少し蓋との間に隙間を空けといてあげると通気ができて徒長しにくくなります。より徒長が気になる場合にはこの蓋の部分にハンダなどを使って穴を開けて通気口を取っておくとより快適に過ごさせることができます。苔と苔がくっついてしまうほど詰め込むのは NG。 苔が絡み合ってしまったり日が当たらなくなってしまった部分の苔が傷んできてしまったりします。苔と苔との間に少し隙間ができるぐらいの入れ具合にしておきましょう。ヒノキ苔のような高さのある苔の場合、横に寝かしておくとこの葉っぱの先端が成長して上を向いてきてしまいます。苔にすごいストレスがかかるので、こういう空いてるプラバチとかを使って苔の向きがちゃんと上向きになる形でトレイの中に保管するようにしてください。2週間程度の短期間であれば光はそれほど気にしなくていいので涼しい場所、薄暗いところに保管でも大丈夫なんですが、2週間以上の長期保管の場合はちゃんと光合成しますので苔が育つ明るさに置いてあげる。暗い部屋の場合には他のテラリウムなんかと一緒に LED 照明の下に置いて保管してあげると鮮度が落ちずに使用することができます。さらに大量に保管したい場合にはこういったツールケースを使います。この場合もこの中に赤玉土を敷いて湿らせた上に苔を並べておくようにしましょう。で、その時も少し通気が取れるように蓋の間に隙間ができるような締め方をするとか、あと上面に少し通気用の穴を開けておくと空気の流れができて徒長防止になります。タッパーやこの初めのパック、このぐらいの状態だと冷蔵庫保管が可能なんですけども、さすがにツールケースまでになると業務用の冷蔵庫が必要になってしまうので室内保管になると思います。夏越しさせる時には暑くなりすぎないようにエアコンなどが効いた部屋に保管してあげると良いです。はい、今回のまとめです。
2週間程度の短期間であれば購入した時のパックのまま保管しておきましょう。長期間保管したい時にはもう少しスペースの広いタッパーなどに赤玉土を敷いて、その上に苔を並べておくと安心です。暑い夏には冷蔵庫の中に入れて保管してあげると傷まずに使用することができます。いずれにしろこれは栽培のための保管ではなくて、苔テラリウムの材料を鮮度よく保つという方法なので、できるだけ早くテラリウムの作品の中に組み込んであげる方が苔のためにとってもいいと思います。苔の栽培方法については私が書いた初めての苔インテリアに詳しく書いてあります。ぜひ道草チャンネルの動画と一緒にこの本も読んで勉強してください。この動画を見て苔の保管方法詳しく分かったぞという人は高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。では次回の動画もお楽しみに。植物用の保水シートでぎゅーっと絞って3つずつメンテナンスしてあげるといいんじゃないかな。